彼女が妊娠したんだ。は？彼女って何？女子大生だ。でも仕方ないよな。やっぱ子供ができた方が勝ちだ。勝ちって何？若くて健康で子供ができる美人と、子供もできないおばさんと、どっちを選ぶかなんて考えなくてもわかるだろ。あ、そういうこと。会社から帰ってきた夫にいきなりこんなことを言われた。まさか夫が浮気をしていたなんて思っていなかった。でもそう言うなら仕方がない。私は矢島かなみ。これは6年前に離婚した元夫、東総司との会話である。元夫は結婚して4年が経ったある日、浮気をして出て行った。私と元夫が結婚したのは、私が26歳、元夫が28歳の時だった。元夫は友人のご主人の友達で、新婚早々の友人の家に食事に呼ばれて知り合い、そのまま交際する流れになった。交際してすぐにプロポーズされた。ちょうど元夫の周りがバタバタと結婚していたこともあって、元夫も早く結婚したいと思っていたこともあったのだろう。私も友達の楽しそうな新婚生活を見て、少し刺激されたのもあったのだと思う。その場の流れというか、雰囲気で OK して、交際10ヶ月目に結婚した。元夫は一緒にいて楽しいし、特に問題もない。結婚って一緒にいて苦痛でない人とするのが一番だと聞かされたことがある。元夫はそういう相手に思えた。実際結婚しても友達の延長みたいで、普通に穏やかで平和な暮らしだった。元夫の周りにはすでに父親になっている友人も少なくはなく、彼も早く子供が欲しいようだった。子供ができたら一緒にどこに行こうかとか、キャンプに行ったりとか語る元夫は楽しそうで、私も子供は好きだからそういう話も楽しくて、結婚生活はおおむね満足のいくものだった。でも結婚して2年経っても3年経っても妊娠の兆候すら全くなく、私たち2人は不妊検査をするために病院に行った。そうしたら、私の卵管の片方が閉塞していて、妊娠しにくいことが分かった。片方だから絶対に妊娠できないということではないが、健常な人よりは確率が低いことは確かだ。元夫は少し落胆していたが、自分が原因でないことでかなりほっとしていたように見える。早く子供が欲しいと言っていた割には、不妊検査に行くことには元夫はかなり抵抗があったようだ。もし原因が元夫であったら、男として役立たずってことだとか、周りに馬鹿にされるのではないかとか、いろいろ気に病んでいたようだ。まあ、絶対にできないってわけじゃないんだから、俺も男としては問題ないんだから、よかったよ。その後、特に不妊治療をすることもなく過ごした。元夫もしばらくは子供はまだかみたいなことを言っていたが、しばらくしたらぱったりとそういうことを言わなくなった。もう諦めたのかなと思っていたのだが、その原因は浮気だったのだ。相手が女子大生って、元夫より10歳以上年下っていうことではないのか。そんな相手と一体どうやって知り合ったのやらと思っていたら、元夫が自慢そうに語り出した。大学時代の友人に誘われて合コンに行ったそうだ。結婚しているのにそんなものに参加するなんて、一体どういう了見なんだ。相手は元夫が既婚者だと知っているのだろうかと思って聞いてみた。相手の子は、あなたが既婚者だって知っているの？最初は言ってなかったが、途中でバラした。でもそれでも俺がいいって言うんだ。どうやら
俺の魅力に参っているようだ。などと妻に向かって鼻の下を伸ばしきって語る元夫。妻に浮気自慢をするって一体どういう神経をしているんだと思うが、そんな元夫を見ていたら腹が立つというよりバカバカしくなってきて、何も言う気がしなくなった。その夜はなんだかイライラしてなかなか眠れず、休日ということもあったが、目が覚めたら午前10時を回っていた。リビングに行くと、テーブルの上には記入済みの離婚届が置いてあり、元夫の衣類はクローゼットから消えていた。離婚に向けてきちんと話し合いをしようと思っていたのだが、それすらもしないで姿を消すなんて、男としてどうなんだと思わずため息が出た。逃げたか。ま、それならば仕方がない。私はそれから荷物を片付けて離婚届を提出して実家に戻った。いきなりだったので両親も驚いていたが、経緯を話すと、まあ仕方がないかという感じだった。元夫と出会うきっかけになった友人夫婦は、元夫に対してかなり怒っていたが、私があることを話すと、ちょっと笑っていた。元夫の実家は地方の田舎で農業を営んでいる。元夫と浮気相手の居場所は知らないので、元夫の実家に慰謝料の請求書を送った。義両親がその請求書を見てすぐに元夫に連絡したようで、元夫から速攻で連絡があった。何なんだよ、この慰謝料って。浮気したんだから当然でしょ。元をといえばお前のせいじゃないか。どうしてそうなるのよ。俺が浮気したのはお前が不妊だからだ。子供もまともに産めないお前が悪い。慰謝料ならこっちが請求したいくらいだ。そんな理屈が通るわけないでしょ。とにかく慰謝料はきっちり払ってもらいますからね。俺にはこれから子供が生まれるんだぞ。お前なんかに払う金なんてあるか。これは当然の権利よ。こっちは裁判になっても構わないのよ。でもそうなったら、あなたが女子大生と浮気したって会社中に知られるかもね。なんてやつだ。お前がこんなに強欲だとは思わなかったよ。やっぱお前みたいな出来損ないの女なんかと結婚するんじゃなかったわ。と逆ギレされたが、別に何と言われてもいい。私は何も悪いことをしていない。だいたい話し合いもせずに逃げたくせに何を言っているんだ。黙って逃げれば慰謝料も払わないで済むとか思っていたのだろうか。世の中、いや、私はそこまで甘い女じゃない。元夫はなおもごちゃごちゃと文句を言っていたが、結局慰謝料は払ってもらった。その後で元夫の母から連絡があった。結婚している時はごくごく普通の義母だったし、年に2度ほど訪れるだけだったので特に摩擦もなく過ごしていたが、元夫に慰謝料を請求したのは少なからず不満に思っているような口調だった。表面的には誤りの言葉はあったが、その言葉の端々に、こうなったのは私にも原因があると言っているように、私には聞こえた。でも仕方ないと思うの。あの子だって父親になりたいだろうし、私だったら自分のせいで子供ができないなんて分かったら、自分から身を引くけどね。などと思いっきり嫌味としか取れない言葉を投げかけられた。カチンとは来たが、もう関わることもない人だと思って特に何も言い返さなかった。両親にそのことを話したら腹を立てて義母に文句でも言おうと思ったようだが、そういう考えの人に何を言っても仕方がないから、これ以上構わないでおこうと話した。離婚も成立して慰謝料も払ってもらった。もうただの赤の他人だからと。
そうしてそれから元夫に会うこともないまま、6年が過ぎ、私は36歳になった。元夫のことなど思い出すこともなく、私は毎日をつつがなく過ごしていたのだが、ある日買い物をしていたら、偶然元夫と出くわしてしまった。うわぁ、と思わず声に出そうになってしまった。あれお前、ルミか。ババアになりすぎて一瞬誰かわからなかったわ。あ、そう？それじゃあ、放っておいてくれる？できればあまり関わりたくもなかったので、目も合わさなかったが、元夫は構わず話し続ける。元妻に今更何を言いたいのかと思っていたら、どうやら慰謝料を請求したことを根に持っているようだ。未だに自分が悪いことをしたという意識はないらしい。俺から踏んだくった金は使い果たしたのか、それとも溜め込んでいるのか。そんなことどうでもいいでしょ。子供もできないお前は、頼れるのは金しかないからな。俺はもう3人目が生まれるぞ。お前なんて、もらってくれる相手もいないだろうし、待ってるのは惨めな老後だな。は？やっぱ子供のいる暮らしはいいぞ。まあ、お前には望めない暮らしだけどな。それって、あの時の相手と今も続いているってこと？当たり前だろ。俺は父親になったんだからな。そっか。ということはもしかして、まだ知らないの？あ？何の話だ？別に、知らないならいいのよ。と私が言ったところで、子供を2人連れたお腹の大きい女性が現れた。察するにこの女性があの時の女子大生と思われる。6年も経っているからもうさすがに女子大生というイメージはない。男の子は4歳くらいに見えるからあの時にできた子供か。もう一人の女の子は少し小さいから2人目ということだろう。誰？ああ、こいつ、俺の元嫁。へえ、そうなんだ。元夫の言葉に、その女性はまるで私を寝踏みでもするかのようにじろじろと見て、にやっと笑う。ものすごく感じが悪い。あの時の慰謝料おばさんね。身重の私にお金を請求するなんて、ひどい女だって言ってたんだよね。でも確かにこの顔じゃ、お金しか頼るものはないか。なかなか言ってくれる。さすがは人の夫に手を出すだけの女だ。しかし3人目とは、よくもまあ、という言葉が浮かぶ。でも、元夫は知らないようだから、私がわざわざ言うこともないか。知らない方が幸せだってことも、この世にはある。余計なことは言わないでおこうと思っていたのだが、男の子が突然私の後ろを指さして叫んだ。あ、パパ！え？バカ違うでしょ。ほんとだよ。パパが女の人と一緒にいるよ。はぁ？女性は子供が指さした方を見ると、いきなり目をつり上げ、横にいた元夫のことは頭から消えたかのように、そちらに向かって猛ダッシュして怒鳴り出した。どうやら感情の赴くままに後先考えず行動するタイプのようだ。その様子を見て、これは修羅場が始まるなと私は思った。まさかこんな場面に出くわすなんて、と思っていたが、元夫はわけがわからない感じで、女性の走っていった先を見ている。なんだ？ちょっとあんた、その女は何よ？まさか浮気してんじゃないでしょうね。女性は周りや私たちのことは頭から吹っ飛んだのか、一目も気にせずそこにいたカップルに食ってかかっている。やべ。私が身重だって言うのにどういうつもりよ。お腹にいるのはね、あんたの子なのよ。女性の声は
こっちまで筒抜けだ。私はやっぱりそういうことかと思ったが、その言葉を聞いた元夫は、はっという顔で女性の方を見ている。うっせえな。お前が次から次へはらむからだろ。だいたい本当に俺の子かどうかもわからねえんだし。はあ？何ふざけたことを言ってるの？子供たちは、このお腹の子も含めて全員あんたの子に決まってるでしょ？などと、元夫の妻と男がやり合い出した。その掛け合いを聞いたら、これがどういうことかは一目瞭然。この事態を把握したのか、みるみる間に元夫の顔が青くなっている。おい、嘘だろ。やっぱりあなた、何も知らなかったんだ。知らないって、どういうことだよ。どうせバレたみたいだから教えてあげるわ。私たちに子供ができなかった原因は私じゃなくてあなただったのよ。え？だって、あなたは種なしなんですもの。子供なんてできるはずもないの。は？実は不妊検査をしたときに、私は片方だけ卵管閉塞症と言われたのに対して、元夫はほぼ完全に男性不妊であると言われていたのだ。検査結果を聞きに行くときに、元夫は怖がって同行しなかったのだ。もし自分が男性不妊だなんて言われたら、もう男として終わりだとかなんだとかぐだぐだ言っていた。どうもその現実だけは受け入れたくないみたいだったので、知ったら相当ショックを受けると思い、私にも問題があったわけだから、元夫の男性不妊はあえて言わなかったのだ。この先、子供のいない夫婦でも構わないと思ったからだ。その元夫が浮気して、相手に子供ができたと聞いたときはさすがに驚いた。検査結果に間違いがあったのかもしれないとも思ったし、元夫が男性不妊である可能性は 99% 間違いないとは言われたが、残りの 1% という奇跡でも起きたのかもしれないと思わなくもなかった。何より、元夫が父親になると喜んでいたのだから、それでいいかとも思ったのだ。もし、子供が夫の子供でなかったら、そのうちわかるだろうし。そんなことを裏切った夫に教えてあげる必要もない。今も元夫が自分の子供だと思って育てているのなら、わざわざ知らせるのは酷なことだと思って言わないでおいてあげたのに、ここでまさかバレるなんて、悪いことってできないものだ。でも、まさか3人目だなんて、聞いたときは正直びっくりしたわ。じゃあ、この子たちは、おい、ケン、あの男がパパってどういうことなんだ？と、元夫は今度は男の子に向かって質問する。ママはそう言ってた。あっちのパパが本当のパパで、家にいるパパはお金を運んでくる嘘パパだって。は？ということは、あの女性は子供にずっと本当の父親に会わせていたということなのか。なかなかやるもんだ。元夫は体よく利用されたということだ。どういう理由で子供の本当の父親と結婚しないで、元夫と結婚したのかは知らないが、あの相手の男とは今も続いていたのだろう。とはいえ、私には関係ない、と思っていたら、やっと待ち人が女の子を抱いて現れた。実は、この場所で待ち合わせをしていたのだ。お待たせ。その人物を見て、元夫はさらに目を見開く。なんで、あなたがここに？あ、一応紹介しておくね。こちら私の夫と娘よ。たかしさん、この人は私の元夫。ああ、君が。どうもはじめまして。ルミの夫の矢島隆です。夫？まさか。あ、もしかして、私をご存知でしたか？
今の夫でもある高志の会社は、元夫の会社の最大手取引先。しかも夫は、その会社の2代目社長であるから、口は聞いたことはなくても、名前と顔くらいは知っているのだろう。矢島社長が、お前の夫だなんて。私も、夫の会社が元夫の会社と取引があるなんて、最初は知らなかった。夫と出会ったのは3年前。運動不足の解消にと行くようになったフィットネスクラブで何度も顔を合わせて自然と話すようになった。その時彼は普通のサラリーマンだと言っていたから、まさか大企業の2代目だなんて思ってもいなかった。交際中もその話は聞いてなくて、結婚する時に初めて聞かされた。でも彼が2代目を継ぐなんて、まだまだ先の話だと思っていたのだが、昨年義父が急逝して、夫が後を引き継ぐことになった。それを機に、私も夫の会社の事務をするようになったのだ。その時に取引先の中に元夫の会社の名前を見つけた。でも私はただの事務だから直接関わることもないし、夫には一応元夫のことは話しておいたが、夫も直接先方に向かうことはほぼないし、顔を合わすこともないだろうと言っていた。まさかこんなところで出会うことになるなんて。娘って、旦那の連れ子か？お前、自分に子供ができないから、子持ちと再婚したってことか？この子は正真正銘、私がお腹を痛めて産んだ子よ。だって、お前は子供ができないんじゃ。私は 100% 子供ができないってわけじゃないのよ。あの時もそう言ったじゃない。あなたと違うんだから。再婚したらすぐに授かったの。正真正銘、私と夫の子よ。そうなのか。あなたと離婚したおかげで、私も母親になれたわ。私がそう言ってにっこり笑ったら、元夫は自分の横にいる2人の子供を見る。実際にこの2人の子供たちって、元夫より女性と言い争っているあの男性にすごくよく似ている。これって DNA 鑑定するまでもないように思う。でも私には関係ないことだし、どうでもいいことでもある。俺が不妊って本当なのか？ええ、あの時はそう言われたけど。なんで言わなかったんだよ。あなたがそういうことにすごく悲観的だったからよ。実際私の体にも問題があったし、私のせいにしておいた方があなたも傷つかないかなって。これでも思いやってあげたのに。そんな。なのに浮気相手に子供ができたなんて言ってきたときは、私も奇跡でも起きたのかと思ってびっくりしたわ。お前が黙っていたから、俺は。だって、あんなに嬉しそうにしているんだもの。もしかしたらあなたの子供じゃないかもしれないなんてとても言えないわよ。かわいそうすぎて。でも、まさか3人目だなんて、ほんと子だくさんで羨ましいわ。と私がにっこり笑ってあげたら、元夫は顔を真っ赤にして2人のところに向かった。あの女。子供たちは慌てて元夫の後をついていった。あんな親でも親は親のようだ。はあ、これはどういうことだよ。と、元夫が女の肩を掴んで怒鳴ったら、女はやっと我に返って、元夫の存在を思い出したようで、思いっきりやばいって顔をしていたが、時すでに遅しだ。大人が争うのは勝手だが、あの子たちは無事に育ってほしいと心から思いながら、私は隣にいた夫と顔を見合わせて首をすくめた。なんだかいろいろ大変そうだが、私たちがしてあげられることは何もない。私たちはそのまま黙って、その場を離れた。そうしたら、その3日後、夫が
元夫は会社をクビになったらしいと言ってきた。あの時、あの場で大喧嘩になって警察沙汰にまでなったそうだ。見ていた人が面白がって、その様子を SNS に上げたものだから、会社にまで知られてしまったのだ。元夫がパトカーに乗せられていく時に暴れて、警察官を突き飛ばした様子もバッチリ映っていたとか。それは会社の信用を著しく傷つける行為とみなされ、クビになったということだ。本当にお騒がせな人だと思っていたが、その3ヶ月後、元夫が突然会社に私を訪ねてきた。まさかやってくるとは思わなかったから、さすがにかなり驚いた。しかも話の内容が、再就職先が決まらず困っている。嫁は3人目を産んだが、上2人同様自分の子供ではなかった。嫁と子供たちの本当の父親であるあの男とは、結婚前から続いていたそうだ。男の顔が嫁の好み、ドストライクなので、彼氏として置いておきたかった。ただ、紐みたいな男で、定職に就かずブラブラしていてお金がないから、子供を育てるために元夫と結婚したのだと言われたそうだ。あんたの会社がそこそこ大手で稼ぎが良かったから結婚してやったの。そうでなかったら、あんたみたいなおっさんと結婚するわけないでしょ。それなのにクビになるなんて、これじゃただの中年親父じゃない。と言い捨てて、翌日には出て行ってしまったそうだ。しかも、お金がないから子育てはできないと、子供3人とも置いて行ったそうだ。元夫の実の子ではないことがはっきりしていても、法律上は元夫の子となる。元夫は一番下の子に対しては摘出否認、上2人の子供たちに対しては親子関係不存在の訴えを起こしているそうだが、たとえ DNA 鑑定で自分の子供ではないという証明書があっても、法律上の親子でないと認められるかどうかわからないと弁護士に言われたそうだ。今は職もお金もなく、ボロアパートで貧乏暮らしをしているとか。ひどいと思わないか。俺の子じゃないのははっきりしているのに。いいじゃない。あなたは子供が欲しかったんでしょ？今まで育てたんだから、これからも育ててあげなさいよ。自分の子供でもないのに、育てられるわけないだろ。愛情なんて湧くわけもないんだ。相変わらず自分勝手な人ね。子供は、嫁の親に引き取ってもらった。でも法律上は俺の子だから養育費を払えって嫁が言いやがる。ふざけた話だろ。そんなこと私は知らないわよ。とにかく俺は金に困ってるんだ。だから俺をこの会社で雇ってくれ。この会社なら前の会社より大きいし、給料もそれなりに出るだろ。はい。一体何を考えているのやら。よくもまあ、そんなことを言ってこられたものだと、思わず目が点になる。いいだろう。旦那に頼んでくれよ。何をふざけたことを言っているのよ。そんなこと頼むわけないでしょう。なんでだよ。結局子供は俺の子じゃなかったんだ。ということは浮気もチャラだよな。なんならあの時の慰謝料だって返してもらえるんじゃないのか。もう話にならない。たとえ子供が元夫の子ではなかったとしても、裏切ったことには変わりない。その裏切った元妻の再婚相手の会社で雇ってもらえるなんて、本気で思っているのか。一体どういう思考回路をしているのだ。普通の神経なら、恥ずかしくてこんなところにのこのこやってこれるはずもないのに。もういい加減に帰ってちょうだい。仕事の邪魔よ。俺を高級で雇うって約束したら帰るさ。あなたみたいな人、雇うわけないでしょ。しつこく居座ったら警察呼ぶわよ。また警察沙汰になりたいの？今度捕まったら、厳重注意だけでは済まされないんじゃない？そう言って私が電話を手にしたら、元夫はやっと引き下がった。
本当に疲れた。でも、子供たちが女性の親に引き取られたということには少しほっとした。あんな元夫のもとにいても幸せになれるとは思えない。どんな人たちなのかは知らないが、彼らにとっては実の孫だ。大人の都合で子供たちが振り回されるのは何ともやりきれないが、少しでも健やかに過ごせる場所であってくれたらと願うばかりだ。子供って本当に宝だ。私も親になって心からそう思う。私は今の夫に出会えて母親になれて本当に幸せな毎日だ。これからもこの幸せを大切にして一生懸命前向きに生きていきたいと思う。